皆様こんにちは、セリナです。今回は最新版人気の保湿系下地10種類を比較していきます。人気の保湿系王道下地、クレドポーボーテ、ディオール、コスメデコルテから最新の人気アイテム、スックやナーズまでのそれぞれの塗り心地、毛穴補正やトーンアップなどの仕上がり、ファンデーションへの影響について、香り、4時間後のマスク崩れを比較していきます。組み合わせるファンデーションや肌タイプによって仕上がりや崩れに違いはあるかと思いますが、少しでも下地選びの参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回のようなベースアイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを交えた新作コスメのレビューなども行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して他の動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回比較する10種類の下地をご紹介していきます。クレドポーボーテボワールコレクチュール N SPF25 PA2+スックザ・プライマー SPF15 PA+ナーズライトリフレクティングトーンアップベール SPF27 PA2+コスメデコルテサンシェルターマルチプロテクショントーンアップ CC10 ラベンダーローズ SPF50 PA4 ポーランドジョーボーテモイスチャライジングプライマー00 SPF15 PA+ディオールスキンフォーエバーグローベール SPF20 PA2+資生堂エッセンススキングロープライマー SPF25 PA2+コスメデコルテフローレススキングローライザー SPF20 PA2+ RMK ルミナスメイクアップベースSPF22 PA2+イプサコントロールベース E ピンク SPF25 PA2+それでは仕上がりや使用感に共通点があった2つを半間ずつに塗って塗り心地、毛穴補正効果やトーンアップ感などの仕上がり、ファンデーションへの影響、香り、4時間後のマスク崩れを比較していきます。まずは今回ご紹介する10種類の中でも特に高い毛穴補正効果があったクレドポーボーテとコスメデコルテです。まずはこちら側にクレドポーボーテを塗っていきます。クレドポーボーテはこんな感じの滑らかなクリームテクスチャーです。皮むきが気になる状態でなければ乾燥が気になる肌でも伸ばしやすいですが、水分は少なめな保湿クリームのようなテクスチャーなので、塗りにくいと感じるときは化粧水やジェルクリームなどの水分が多めのスキンケアで保湿してからだとより塗りやすくなります。はい、まずはこちら側半分にクレドポーボーテを塗ってみました。伸ばしきると肌表面にベタつきは残らずに、しっかり内側に保湿感を抱え込んでくれるようなイメージです。仕上がりとしてはホワイトのカラーで自然にトーンアップしている感じがわかりやすいと思います。毛穴補正についてはこんな感じで、滑らかなクリームで自然に毛穴を埋めるように補正してくれる効果もあります。下地のみの状態だとツヤは感じない滑らかな毛穴レス肌に仕上がります。香りについてはローズ系のスキンケアのような香りがほんのりとする程度です。そこまで強いタイプではないので、香りが苦手な方にも比較的使いやすいんじゃないかなと思います。では反対側にはコスメデコルテを塗っていきます。塗り心地としては反対に塗っているクレドポーボーテとかなり似ていますが、比較をするとこちらのコスメデコルテの方が少しだけ重さがある印象です。滑らかなクリームテクスチャーでスキンケアのような感覚で使えます。はい、こちら側にはコスメデコルテの CC を塗ってみました。ホワイトのカラーで結構しっかりトーンアップ効果を感じられたクレドポーボーテよりもさらに肌トーンがアップしている感じがわかりやすいと思います。こちらは今回ご紹介している中で唯一の CC タイプなので、色補正はもちろんカバー力自体もとても高いタイプになっています。青みの強いラベンダーカラーで透明感をアップさせたいという方におすすめです。
毛穴補正効果についてはこんな感じで、近くで見ても毛穴や凹凸を感じさせないような滑らかな肌に整っています。反対に塗っているクレドポーボーテと同様、クリームテクスチャーで毛穴や凹凸を埋めるように補正してくれる効果がありました。質感については、下地のみの状態だとツヤを感じにくいクレドポーボーテと比較をすると分かりやすいと思いますが、コスメデコルテの方が全体的に自然なツヤが出ているような仕上がりです。香りはハーブ系のスキンケアのような香りが結構しっかりめにしますが、香り自体が強くないので、こちらも比較的使いやすい方なんじゃないかなと思います。では、この上にファンデーションを重ねてみて、ファンデーションへの影響を見ていきたいと思います。今回使用するのはこちら、資生堂のエッセンススキングローファンデーションです。こちらのファンデーションはかなりカバー力がナチュラルで、スキンケア後のようなツヤツヤの肌に仕上がるところがポイントです。それではクレドポーボーテの上に重ねていきます。クレドポーボーテの上に重ねるとこんな感じで、クリーミーな下地とファンデーションがピタッと密着するので、ファンデーションのカバー力がかなりアップします。普段は素肌が透けるようなナチュラルな仕上がりのファンデーションですが、ミディアムカバレッジくらいにカバー力がアップしている感じがします。はい、クレドポーボーテの下地の上に資生堂のファンデーションを重ねるとこんな感じの仕上がりです。重ねていっても素肌の透け感が残るようなかなりナチュラルなカバー力のファンデーションですが、クレドポーボーテの下地と組み合わせるとこんな感じで、近くで見ても赤みや色ムラが気にならないミディアムカバレッジに仕上げることができました。こちらの下地はファンデーションのカバー力を高めたい時にもとてもおすすめです。そして毛穴や凹凸をフラットに整えてくれる効果があるからか、ツヤの反射を自然に抑えてくれるような効果もあります。ファンデーションのカバー力をアップさせたい方や、強いツヤ感を穏やかにコントロールさせたい時におすすめです。では、コスメデコルテの上に重ねていきます。コスメデコルテも下地自体にカバー力があるからか、ファンデーションを重ねるとよりカバー力がアップしていきますね。タップするようにのせていくと、より密着度が増していきます。はい、こちら側にはコスメデコルテの下地の上に資生堂のファンデーションを重ねてみました。やはりコスメデコルテも下地自体のカバー力が高いのと、クリーミーで少し厚みのあるテクスチャーなので、下地とファンデーションがピタッと密着して、ファンデーションのカバー感を高めてくれました。近くで見てもこんな感じで、クレドポーボーテと同じくらいファンデーションのカバー力がアップしています。この2つはファンデーションのカバー力を高めたい時におすすめな下地ですね。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。クリーミーなテクスチャーでファンデーションと密着して、ファンデーションのカバー力を高めてくれる感じや、自然に肌トーンをアップさせてくれる感じなどはとても似ていますが、この2つの大きな違いは質感で、クレドポーボーテはファンデーションのツヤを穏やかに整えてくれるような仕上がりなのに対して、コスメデコルテはファンデーションのツヤ感を自然にアップさせてくれるような効果を感じます。カバー力を上げつつツヤを落ち着かせたい場合はクレドポーボーテがおすすめ。カバー力を上げつつ、ツヤ感を自然にアップさせたい方は、コスメデコルテがおすすめかなと思いました。では、この上にコスメデコルテのルースパウダー00番をパフで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも厚みのあるクリームテクスチャーなので、保湿感を肌に抱え込んでくれて、長時間乾燥を気にせずに過ごせましたが、比較をするとクレドポーボーテはテカリが最小限に収まっているのに対して、コスメデコルテは顔の中心にテカリが少し気になる印象です。近くで見るとこんな感じで、それぞれ厚みのあるクリームテクスチャーなので、どうしてもマスクの摩擦には弱い印象で、ベースメイクが下地から剥げている感じは気になりますが、皮脂と薄まって混ざることはなく、塗りたての時のままのカバー力の高さは持続してくれています。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じは見た目と同様、クレドポーボーテは小鼻の横もベタつきを感じない印象。コスメデコルテは顔の中心に若干皮脂っぽさが出ていますが、
クリームテクスチャーの割には、どちらも皮脂癖が気になる肌タイプの方にも安心して使いやすいかなと思います。毛穴や凹凸を埋めるような高い補正力やスキンケアクリームのような肌を保護する保湿感はよく似ていましたが、保湿しながらもテカリ対策をしたい方はグレード4ボテがおすすめ。ファンデーションなしでもハイカバーの肌に仕上げたい方はコスメデコルテがおすすめかなと思います。続いてはこちら。肌タイプ問わず使いやすい王道下地、スックとポーランド情報手を比較していきます。まずはこちら側にスックを塗っていきます。スックはこんな感じのみずみずしい乳液のようなテクスチャーです。肌表面のパサつきが気になる時にも塗りやすく、ベタつきや重さも感じないので、肌タイプ問わずに使いやすい保湿系下地です。はい、まずはこちら側半分にスックを塗ってみました。明るいピンクベージュのカラーがついていますが、何も塗っていない方の肌と比較をしても、トーンアップ感はかなりナチュラルなので、肌の色問わず使いやすいと思います。強いパールなどが入っている感じはしませんが、顔を動かすと頬の高い位置に自然なツヤを与えてくれるようなナチュラルな仕上がりです。毛穴補正効果についてはこんな感じで、みずみずしい乳液のようなテクスチャーで自然に毛穴を滑らかに整えてくれていますが、厚みや重さがないテクスチャーなので、毛穴を埋めて補正するというほどではないです。香りは原料のような香りのみなので、香りが苦手な方にも使いやすいと思います。では反対側にポーランド消防手を塗っていきます。ポーランド消防手はみずみずしい美容液のようなテクスチャーで肌にスッと伸び広がってくれます。スックよりもさらに水分が多いのと膜感もあるので、伸ばしきると肌にピタッと密着してくれます。はい、こちら側にはポーランド消防手を塗ってみました。今回使用している00番は青みを感じるピンク系のカラーがついているので、自然なトーンアップ感のスックと比較をすると、ポーランドショーの00番の方がより透明感がしっかり出ている感じがわかりやすいと思います。そしてこちらも顔を動かすと、この高い位置などに自然なツヤが乗るので、ツヤの感じはスックと大体同じくらいな印象です。毛穴の線についてはこんな感じで、たっぷりの水分で毛穴をふっくらとさせてくれるので、重さや厚みは出ないですが、毛穴が滑らかに整っている感じはします。香りについては、オレンジフラワーの香りが結構強めにする印象です。では、この上にファンデーションを重ねていきます。スックはこんな感じで、ファンデーションの伸ばしやすさに影響が出ていなくて、肌の上でもスルスルと伸び広げやすいです。ファンデーションを塗りやすいような肌の土台を整えてくれるような下地ですね。ポーランド消防手もスックと同様かなり伸ばしやすいですが、下地の膜感とファンデーションが密着して、サラダ感は残しながらもファンデーションのカバー力が少しアップする感じがします。はい、こちら側にスック、反対側にポーランド消防手の下地を塗って、上からそれぞれ資生堂のファンデーションを重ねてみました。この2つはファンデーションを重ねると、よりそれぞれの違いがわかりやすくて、スックはファンデーションの塗り心地や仕上がりに全く影響を出さないような、どんなファンデーションとも組み合わせやすい下地。反対にポーランド消防手はサーダっぽさや軽やかさは残しながらも、下地の膜感とファンデーションが密着して自然にカバー力をアップさせてくれる感じがします。近くで見るとこんな感じで、スックは程よく肌の透け感が残っているのに対して、ポーランド消防手はサーダ感がありながらもスックよりも若干カバー力が増している感じがします。アップで比較するとこんな感じの違いです。どちらも乾燥が気になる肌状態でも伸ばしやすいのに、重さやベタつきを感じさせなくて、肌タイプ問わずに使いやすい塗り心地なところは似ていますが、ファンデーションの仕上がりをそのまま保ちたい方はスックがおすすめ。自然ながらもファンデーションのカバー力を若干アップさせたい方は、ポーランド情報手がおすすめかなと思います。ツヤ感についてはどちらも大体同じくらい出ている印象です。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。スックはみずみずしい乳液のような保湿感があるテクスチャー。ポーランド情報手はみずみずしいジェルのような保湿感が持続してくれましたが、比較をするとスックの方がよりテカリを気にせずに過ごせました。近くで見るとこんな感じで、
どちらも比較的綺麗に保ってくれていますが、やはりポーランド女王は顔の中心にテカリが出ているのが気になるのと、枠感がある分少し厚みが出るからか、頬のあたりなどはマスクの摩擦による揺れが少しだけ気になりました。反対にスックは近くで見ても小鼻の横のテカリも最小限に収まっていて、摩擦崩れやファンデーションが薄まる感じも気になりにくかったです。それぞれアップで比較するとこんな感じです。肌表面を触った感じもどちらも見た目通りで、スックは小鼻の横もベタつきを感じない仕上がり。ポーランド小ボーテも頬の広い範囲などはさらりとしていて、小鼻の横に若干石が出てきているかな程度なので、やはりどちらも肌タイプ問わず使いやすい下地だなと思いました。塗り心地の良さやファンデーションとの組み合わせやすさはよく似ている2つでしたが、みずみずしい乳液のようなテクスチャーでしっかり保湿しつつも、ベタつきやテカリを感じさせない下地を探している方はスックがおすすめ。みずみずしい美容液のようなテクスチャーで伸び広がって、水分でしっかり肌を潤しながら、ファンデーションとの密着感をアップさせたいという方は、ポーランド女王手がおすすめかなと思います。続いては、みずみずしさと保湿感のバランスがいい資生堂と RMK を比較していきます。まずはこちら側に資生堂を塗っていきます。資生堂は肌に吸い付くようなジェルテクスチャーです。軽くてみずみずしくて伸ばしやすいのに、しっかり肌にとどまって保湿感をキープしてくれるところが特徴です。はい、まずはこちら側半分に資生堂を塗ってみました。手元で見るとピンク系のカラーがついていますが、肌の上にのせるとカラーは馴染むので、何も塗っていない方の肌と比較をしても、もう変化を感じないくらい素肌に近いような仕上がりです。近くで見てもこんな感じで、毛穴補正効果もかなり穏やかなので、下地のみの視点だと素肌のままのような仕上がりになります。では反対側に RMK を塗っていきます。RMK はこんな感じで、水分をたっぷり含んだ乳液のようなテクスチャーです。先ほどご紹介したスックをさらに軽やかにしたような使用感です。はい、反対側には RMK を塗ってみました。RMK には温かみを感じるようなピンクカラーがほんのりついているので、素肌に近い仕上がりの資生堂と比較をすると、自然に赤みや色ムラを補正してくれているような感じがします。肌全体に滑らかで自然なツヤも出ていますよね。毛穴補正についてはこんな感じで、こちらもかなり軽やかなテクスチャーなので、毛穴を埋めて補正している感じはしませんが、滑らかな乳液のようなテクスチャーで毛穴をフラットに整えてくれます。香りは原料のような香りのみなので、こちらも安心して使いやすいポイントかなと思います。では、この上にファンデーションを重ねていきます。資生堂は下地のみの時点だと素肌のままのような仕上がりでしたが、ファンデーションを重ねるとこんな感じで、ジェルテクスチャーがファンデーションとピタッと密着をして、自然ながらもカバー力をアップさせてくれます。ファンデーションの色味を変えずにカバー力を高めたい時に大活躍してくれる下地だなと思います。RMK は塗り心地や仕上がりともにファンデーションに影響が出にくいタイプですね。かなり伸ばしやすい土台を作ってくれています。はい、こちら側に資生堂、反対側に RMK の下地を塗って上からファンデーションを重ねてみました。RMK はファンデーションの塗りやすさや仕上がりに影響が出にくいタイプなので、比較をするとより分かりやすいと思いますが、下地のみの時点だと素肌に近いような仕上がりだった資生堂が、ファンデーションを組み合わせることで、下地とファンデーションがピタッと密着して、ファンデーションのカバー感がアップしている感じが分かりやすいと思います。近くで見るとこんな感じで、自然な透け感も残しながらもファンデーションのカバー力が高まっている感じが分かりやすいと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じです。ファンデーションの色味や質感は変えずにカバー力だけをアップさせたいという方は資生堂がおすすめ。ファンデーションの塗り心地や仕上がりに影響を出さずにファンデーションを塗りやすい土台を整えたいという方は RMK がおすすめかなと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。
マスクの中の肌はこんな感じでした。やはりどちらも重さは感じないタイプですが、かなり保湿力が高かったので、皮脂が気になるタイプの私の肌だと全体的に少しテカリが気になりました。それでも皮脂と混ざってベースメイクが薄まるという感じはなくて、近くで見てもこんな感じで、塗りたての時のままの自然なカバー感は保ってくれています。ただやはり資生堂はジェルテクスチャーで少しだけ肌に厚みが出るからか、マスクの摩擦による崩れは気になりました。アップで比較するとこんな感じの違いです。ただ肌表面を触った感じは、どちらも小鼻の横もそこまでベタついている感じはしないので、テカリが気になる方はこまめにフェイスパウダーでお直しをすれば快適に過ごせるかなと思いました。質感やカラーなどファンデーションの仕上がりに全く影響を出さずに自然にカバー力をアップさせたい方は資生堂がおすすめ。塗り心地の良さと保湿感のバランスが良く、どんな状態の肌でも塗りやすい下地をお探しの方には RMK が特におすすめかなと思います。続いて適度な毛穴補正力と保湿感、塗りやすさなど下地に欲しい機能を両立したディオールとコスメデコルテを比較していきます。まずはこちら側半分にディオールを塗っていきます。ディオールはこんな感じで適度な膜感があり、肌に密着しながらも滑らかに伸び広がってくれるタイプです。顔向きが気になるときは水分が多めのスキンケアと組み合わせると塗りやすくなると思います。はい、まずはこちら側半分にディオールを塗ってみました。ディオールにはほんのり自然なピンクのカラーがついているので、肌なじみのいいピンクカラーで自然に肌トーンをアップさせてくれています。そしてこちらの下地の特徴は、このつるんとした膜で覆ったようなツヤ肌に仕上がるところです。パールでギラついたり、テカリに見えてしまうようなツヤではないので、自然なツヤ肌を演出したい時にとても使いやすいと思います。毛穴の繊維についてはこんな感じで、肌表面がつるんとした膜で覆われるので、毛穴もフラットに整っている感じがします。香りはディオールフォーエバーシリーズ共通のフレグランスのようなフローラル系の香りが結構しっかりめにするので、香りが苦手な方には少し注意が必要かもしれません。では反対側にコスメデコルテを塗っていきます。コスメデコルテはこんな感じの軽やかなクリームテクスチャーです。肌にスッと馴染んで伸び広がってくれます。はい、反対側にはコスメデコルテを塗ってみました。コスメデコルテにはホワイトに近いピンクカラーがついているので、結構しっかりトーンアップしてくれますが、肌にスッと馴染むテクスチャーなので、白浮きすることなくかなり使いやすいトーンアップ感です。膜で覆ったようなつるんとしたツヤが出るディオールと比較をすると、コスメデコルテは素肌のような自然なツヤ感なのがわかりやすいと思います。毛穴補正効果についてはこんな感じで、軽やかなクリームテクスチャーが毛穴を埋めるように補正してくれるので、厚みを出さずに毛穴補正をしたい方にもおすすめです。香りはハーブ系のスキンケアのような香りがする程度なので、こちらは香りが苦手な方にも使いやすいんじゃないかなと思います。では、この上にファンデーションを重ねていきます。ディオールは膜感のあるテクスチャーですが、ファンデーションのカバー感が増す感じはあまりしないです。肌表面が滑らかに整っているので、ファンデーションも均一に塗りやすい感じがします。コスメデコルテもファンデーションが均一に馴染んでいく感じがします。下地の時点で毛穴用凹凸をフラットに整えてくれているので、ファンデーションも綺麗に馴染ませやすいですね。はい、こちら側にはディオール、反対側にはコスメデコルテを塗って、上からファンデーションを重ねてみました。まずディオールは下地の時点でもつるんとした滑らかなツヤが出ていましたが、ファンデーションを組み合わせることで、ファンデーションのツヤ感をよりアップさせてくれている感じがします。反対にコスメデコルテは下地の時点で毛穴や凹凸を滑らかに均一にしてくれていたからか、ファンデーションも均一に肌に馴染むように乗ってくれる感じがしました。それぞれ近くで見るとこんな感じで、ディオールのつるんとしたツヤ感とコスメデコルテの均一感がわかりやすいと思います。アップで比較するとこんな感じです。どちらも比較的厚みや重さは感じさせないタイプなのに、
ファンデーションのコントロール力をしっかり感じられるところが人気のポイントなのかなと思いました。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。ディオールは程よい膜感、コスメデコルテは軽やかなクリームテクスチャーでしたが、どちらも塗りたてからベタつきや油っぽさがなかったからか、テカリも最小限に抑えられていると思います。こちらは乾燥肌から混合肌まで幅広い肌タイプの方に使いやすいと思いました。そして近くで見るとこんな感じで、どちらも皮脂と混ざってファンデーションが薄まる感じもしなかったですが、比較するとコスメデコルテはクリームテクスチャーで若干厚みが出るからか、マスクの摩擦による崩れには少し弱い印象です。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。肌表面を触った感じもどちらも見た目通り小鼻の横もベタつきを気にせずに過ごすことができました。どちらもファンデーションに厚塗り感を出さずに下地でベースメイクのイメージをコントロールしたい時におすすめな下地だなと思いました。つるんとしたツヤ感をアップさせたい方はディオールがおすすめ。滑らかなシームレス肌に仕上げたい方はコスメデコルテがおすすめです。最後は保湿力とトーンアップを兼ね備えたナーズとイプサを比較していきます。まずはこちら側にナーズを塗っていきます。ナーズは滑らかなクリームテクスチャーですね。こんな感じで結構緩めのクリームテクスチャーなので、肌表面の皮むけや乾燥が気になる時にも塗りやすいタイプだと思います。はい、まずはこちら側半分にナーズを塗ってみました。ナーズはホワイトに近いピンクベージュのカラーでトーンアップしてくれるので、何も塗っていない方の肌と比較をしても自然に明るさが出ているのが分かりやすいと思います。緩めのクリームテクスチャーが肌にスッと伸び広がってくれて、顔を動かすと角度によって自然なツヤを感じる仕上がりです。毛穴補正効果についてはこんな感じで、クリームテクスチャーで自然に毛穴を埋めて補正してくれるような効果があります。香りは原料のような香りのみなので使いやすいと思います。では反対側にはイプサを塗っていきます。イプサは反対に塗っているナーズよりも少し重いクリームテクスチャーという感じですが、こちらもかなり伸ばしやすいクリームタイプです。しっかり保湿を感じられるクリームテクスチャーの中で伸びがいい下地をお探しの方にとてもおすすめですね。はい、こちら側にはイプサを塗ってみました。イプサはピンクのカラーでしっかりコントロールをしてくれるので、肌トーンをアップさせてくれている感じがわかりやすいと思います。ツヤについてはナーズと大体同じくらいで、顔を動かすと高い位置に自然なツヤが乗るような仕上がりです。毛穴補正についてはこんな感じで、厚みがあるクリームテクスチャーなので、しっかり毛穴や凹凸を埋めて補正してくれている感じがします。香りはこちらも原料のような香りのみなって安心して使っていただきやすいと思います。では、この上にファンデーションを塗っていきます。まずは、ファンデーションのカバー力が増す感じはしませんが、ファンデーションが滑らかに均一に伸ばしやすい土台を作ってくれている感じがします。ファンデーションがスルスルと伸びていく感じがしますね。イプサは下地とファンデーションがピタッと密着して、ファンデーションのカバー感がアップします。かなり密着度が高い印象です。はい、こちら側にナーズ、反対側にイプサの下地を塗って、上からファンデーションを重ねてみました。こちらの2つはファンデーションを重ねると、よりそれぞれの違いがわかりやすくて、ナーズは重さや厚みは感じさせないまま、自然なツヤ感がアップしているような仕上がり。イプサはファンデーションと下地が密着して、カバー力がアップしている仕上がりなのがわかりやすいと思います。それぞれ近くで見るとこんな感じで、ナーズは程よい透け感がありながらも、自然にツヤを反射するような仕上がりになっています。イプサはナチュラルなファンデーションをミディアムカバレッジくらいにアップしてくれていて、毛穴や凹凸も気になりにくいですよね。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。どちらもクリーミーなテクスチャーで保湿感抜群なのに伸ばしやすいテクスチャーなどは似ていましたが、肌っぽさを残しつつツヤ感をアップさせたい方はナーズがおすすめ。ファンデーションのカバー感をアップさせたい方はイプサがおすすめかなと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。
素材について見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも滑らかなクリームテクスチャーで、塗っている間も乾燥を気にせずに過ごせましたが、全然テカリも出てきていなくて、特にイプサは小鼻の周りや顔の中心も全く皮脂を気にせずに過ごせました。近くで見るとこんな感じで、ファンデーションが薄まってしまうこともなく、マスクの摩擦による崩れにも強かったです。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じも見た目と同様、小鼻の横もベタつきが気にならないです。ナーズもイプサも軽やかなクリームテクスチャーで、乾燥が気になる状態でも塗りやすく、塗った後も肌を保護してくれるような安心感がありましたが、皮脂が気になる肌タイプの方にも安心して使いやすい保湿系下地だなと思いました。ファンデーションに厚みを出さずに自然なツヤをプラスしたい方はナーズがおすすめ。自然なカバー力アップとカラー補正をしたい方はイプサがおすすめかなと思います。はい、ではこんな感じで最新版の人気保湿系下地10種類を比較していきました。塗り心地の良さや保湿感はもちろん、ファンデーションの仕上がりをコントロールしてくれる下地としての機能が高いアイテムが人気なのはもちろん、最近はファンデーションの仕上がりへの影響が少ないけれど、ファンデーションの塗りやすさをアップしてくれるようなアイテムも増えているなと感じました。少しでも下地選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。